どうも、アミティ先生です。お久しぶりです。今日はですね、こちら、iPad mini が届きましたので、ちょっと最速レビューということでやっていきたいと思います。で、発売は24日なんですけど、ちょっと今回ね、先にレビューさせていただく機会をいただいたので、ちょっと私が使ってみて良かったとこと悪かったとこ、デメリットみたいなのもね、たくさん喋っていきたいと思うので、iPad mini 買うか迷ってる人はちょっと参考にしてみてください。じゃあまずさっくりですね、仕様のおさらいからやっていきます。まず、ホームボタンがなくなりました。なのでその分ね、こう画面が大きくなってちょっとかっこいい見た目になってます。で、カラバリは4色ですね。結構ピンクとかイエローとか暖色系のパステル系が多いです。iPad Air の方はブルーとかね、グリーンとかだったと思うんですけど、この iPad mini の方はこう温かみのある女性にこう優しいね、色合いになってるかなというふうに思います。で、あとはね、Apple Pencil。これが2世代目のに対応してます。なので、iPad Pro とか持ってる人は、このままね、付け替えて使うことができるので、めちゃくちゃいいなと思いました。で、これね、iPad mini につけると、この iPad mini のサイズと同じぐらいになるんですよね、Apple Pencil が。それがね、すっごい可愛いです。で、あとは 5G に対応してます。これはiPad mini をね、こうスマホ的に使う人いると思うんで、結構いいなと思いました。で、あとは Touch ID。これは、ここのボタンがね、指紋認証になってて、Face ID はなくて Touch ID になります。今もうみんなマスクやからね、Touch ID の方が今はいいと思います。で、あとは USB-C に対応したのと、あとスピーカーが2個になってますね。前1個だったのかな ?2 個になってもう少し音が良くなってるのかなと思います。はい。で、こっからが本番。私がね、この iPad mini 数日使ってみていいなって思ったところをちょっと伝えたいんですね。で、まずはね、この小ささですよ。かわいい。めちゃくちゃ可愛いですよ、本当に。なんていうかな、今に始まったことじゃないと思うんですけど、この小ささは。やっぱり私ね、iPad mini 持ったことあんまりなかったんで、このハンディな感じ、片手で操作できる感じがすごいいいなって思ったのと、この小さいのにめちゃくちゃパワフルなんですよ。結構重たい作業とかしててもサクサク動いてくれるから、それがね、多分前の iPad と違うんじゃないかな。すごいね、それが快適です。はい。で、今出てる iPad の中で一番大きいのが、この iPad Pro の 12.9 なんですけど、それのね、半分ぐらいの大きさです。で、すごいね、嬉しかったのが、私のお気に入りのね、クラッチバッグがあるんですけど、これにね、ぴったり入ったんですよ。多分女の子だったらこういうクラッチバッグ持ってる子いると思うんですけど、それにね、ぴったりサイズで入るのがすごい良かったですね。で、iPad mini 持ってない人のためにちょっとサイズ感をね、見てほしいんですけど、鉛筆、消しゴム、AirPods Pro、Apple Watch、マウス、ニベア缶、マスク、ハリネズミ。はい。こんな感じでございます。ハリネズミと同じぐらいのサイズなんですよ。もう、たまらないですね。たまらない。一緒に持って歩きたいですね。はい、次。私はですね、デザインとか、こう、イラストを描いたりするので、ちょっとそういう観点からお話ししていきたいんですけど、この iPad mini はね、要は小さなスケッチブックなんですよ。皆さん、こういうスケッチブック、持ったことありません？特にデザインとかイラストやってる人は多分1個は持ってると思うんですけど、こういう感覚なんですよね。わかります？こう、ちっちゃいスケッチブックにわーっとイラストをこう落書きみたいな感じで描いていって、こう絵をね、上手になっていく練習をしていくんですけど、こんな感じで使えるなって思いました。で、これ iPad mini でね、ちょっと描いたやつなんですけど、こんな感じでね、小さくサクッと描けるのがいいなって思いました。これもね、描いたやつなんですけど、ちょっとこれ描いた工程見せますね。で、私、この最近ですね、もうずーっとイラストをね、もう朝から晩まで描いてるんですけれども、多分この1ヶ月ぐらいでね、1日8時間ぐらい絵を描いてます。で、普段ね、12.9 を今は使ってるんですけど、この 12.9 だと、なんていうかな、大きすぎるんですよね。このキャンバスがね、前にボンってこうあるから、多分初心者の人だったら、こうなんていうかな、何を書いていいかわからない。何からスタートしていいかわからない。もう圧倒されてしまうみたいな感覚に陥ると思うんですけど、結構私も最初そうだったんですよね。でもこの iPad mini だったら、本当にちっちゃく書けるから、あんまりこう気負いなく書けるというか、もうさっと開けてパッと書けるみたいな感じが、
この初心者にもいいし、やっぱりアーティストの人とかもこうちっちゃいスケッチブックで練習するんですよね。なのでそういう使い方にめちゃくちゃいいと思います。はい。で、こんな感じでちょっと書いてみたんですけど、だいたい30分ぐらいかなで書けました。鉛筆ね、もう1本しか使ってないです。鉛筆ブラシだけで書くとこんな感じにできます。で、ちょっと色つけてみたやつもあるんですけど、こんな感じでね、私はウォーターカラー、水彩のイラストを描くのがすごい好きなんですけど、こんな感じですっごいレイヤーがたくさんあってね、分けながら、描くこともできます。レイヤーもすごいたくさん作れるし、こう書いててラグみたいなのも全くないので、ぜひ初心者におすすめです。で、ちなみにですね、12.9 とこの iPad mini でちょっと比較してみたんですけど、書いたやつをね。12.9 だとやっぱこういう細かいエッジのところですね、結構シャープなのがわかると思うんですけど、こういうイラストがやっぱり描けます。で、iPad mini 見てもらうと、やっぱこう目のあたりとかね、ちょっとボケてるというか、ラフな感じが出てると思うんですけど、まあでもね、これはこれで私いいと思うんですよ。このラフな感じも私鉛筆デッサンとかの味だと思うから、あんまりこう綺麗に描きすぎないのとかもいいと思うし、そういう時は iPad mini で描こうかなと思いました。もうこの水彩アートに関してはね、iPad mini で描いた方がいい感じに描けましたね。やっぱ 12.9 やとね、でかすぎてなんかビビりますね。ちょっと筆を乗せるときに。このお尻はうまく描けたけどね。はい。まあこんな感じで、本気で描きたいときは 12.9 に行くと思いますけれども、まあこういう感じで使い分けてもらえればいいかなというふうに思います。はい。で、次、ゲームですね。ちょっとマリオカートをやってみました。マリオカートは、こう、指でタッチすると、そっちの方向にね、向いてくれるんですけど、あんまり大きい画面の iPad だと、指がこう、届かないじゃないですか。でも、この iPad mini だったら、両手持ちした時に、しっかりと、いい感じに指が届いてくれるんですよね。iPhone だとちっちゃすぎる。iPad Pro とかのサイズだとちょっと大きすぎて指が届かなかったりするから、このちっちゃいゲームをするのにはね、すっごいちょうどいいなって思いました。これは画面傾けてもそっちの方向には曲がらないんですけど、まあ、指じゃないと曲がらないんだけどね。はい、こんな感じで、すごい楽しかったです。初めてやったんですけどね、結構良かったですね。で、5G に対応してるから、通信対戦とかもね、すごいサクサクいくと思います。こういうマリオカートとかだとね、オンラインで対戦すると思うんですけど、そういう時に 5G がここで生きてくるなというふうに思います。で、いいところ最後なんですけど、2台持ちっていうのがね、私すごくおすすめしたいです。私の YouTube 見てる人はもう iPad でみんな持ってると思うんですよ、すでにね。だから、2台持ちっていうのを結構ね、検討してもいいんじゃないかなと思ってて、まあ6万円なんですけど、まあ、6万円でサブディスプレイみたいな感じで使えるんですよね。で、私だったら、こう絵を描くときに、12.9 で絵を描くときに、リファレンス参考画像をこの iPad mini に出しておいて描くみたいなこともできるし、チュートリアル、アミティ先生の YouTube のチュートリアルを見ながらもう一個の iPad でやるみたいなこともできるから、そういうサブディスプレイとしても結構使えるなというふうに思いました。2台持ちで持ち歩いても全然重たくないから、もう超軽いからね、本当に。入れてるのか入れてないのかわからないぐらい本当に軽いから、そういう使い方もかなりおすすめです。で、最後、デメリットいきます。デメリットはね、2つあります。まず1つ目がですね、こういう特定のプロ向け iPad アプリはですね、機能が豊富がゆえに、ボタンがね、小さいものがあるんですよ。例えばこれ、アフィニティフォトを使ってるんですけど、左が iPad mini、右が、12.9 の iPad Pro です。見ていただいたらわかるんですけどね、左右のこのボタンもそもそも小さいですよね。で、レイヤーを分けて書いていったりするんですけど、それを iPad mini でやろうと思うと、もう米粒ぐらいの小ささしかないんですよ、ボタンが。もう指は押せない。指はもうなんかわからへん。どこ押していいかわかんないです。Apple Pencil の先だとちょっと押せるかなぐらいで、ちょっとね、これが使いづらいなって思いました。並べてみると結構一目瞭然だと思うんですけど、本当に小さいです。で、同様にアフィニティデザイナー。これもアフィニティフォトとアフィニティデザイナーね。同じ系統のアプリなんですけど、やっぱ小さいですね。で、ただ、動作はね、すごいサクサクいきます。この小さい画面だけど、動作は、プロとあんまり変わらないぐらいのサクサク感で動くなっていうふうに思いました。
で、これルマフュージョン。ルマフュージョンは動画編集のアプリですね。これも結構ね、下の方のボタンが小さいなっていう感じですね。あとカットする時の操作もやっぱり指でタッチしたりすると結構きついんじゃないかなっていうふうに思います。なんで iPad mini でね、動画編集するんだったら、キャップカットとか、iPhone の動画編集のアプリとかを使った方がいいかなっていう風な感じがしましたね。で、あとはこの無限キャンバスと呼ばれるアプリたち。無限キャンバスね、私大好きなんですけれども、これはちょっと非常に使いにくかった。やっぱり12.9 の画面の大きさでね、無限にキャンバスがね、端っこがないっていうのが特徴なんですけれども、それを iPad mini でやろうと思うと、狭いって感じで、そもそも狭くてなんか無限でやる意味があんまりないみたいなね。はい、そういう感じだったので、ちょっとこの辺使ってる人は要検討かなっていうふうに思いましたね。で、デメリット2つ目がキーボードです。Apple 純正のキーボードはないのかな、この iPad mini の。他社製で iPad mini のキーボードとかあると思うんですけど、やっぱりね、画面が小さい分、多分キーボード使っても多分こんな感じになると思う。なんかね、やっぱ旗から見たらちょっとみっともないかなって思っちゃうんですけど、どうしてもキーボードを使いたいっていう人は、プロかエアーに行った方がいいと思います。もう iPad mini はフリックのね、かな入力のフリック操作がいいです。2本指、ね、両手使ってサクサクってタイピング、iPhone みたいにタイピングしていく方がいいと思ったので、キーボードを使う人は、ちょっと iPad mini じゃないかなって思います。はい。ということで以上、iPad mini のレビューでございました。で、結論、おすすめするかどうかなんですけれども、めちゃくちゃおすすめします。もうめちゃおすすめしますね。本当に買ったらいいと思います。私、Apple のパシリでもございませんし、いまいちだなって思ったら、いまいちだなっていうか、あんまり言わない時もあるんですけど、沈黙してますね。あんまり何も言わないっていうことが多いんですけれども、もう今回の iPad mini はですね、もう声を大にしておすすめです。はい。これを見てる皆さんがですね、iPad 初心者か、もしくは、イケてる女子か、イケてる女子になりたい女子か、もしくはイラストとか、デザインとかをしてる方か、このどれかに当てはまる方はもう今すぐポチしてください。はい。ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、ぜひですね、役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。ちょっと久しぶりの、顔出し配信というか、お部屋からの配信で、新しいね、家から配信してるんですけど、またちょっとね、オフィスツアーとかやってみたいと思います。楽しみにしておいてください。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。your body